ハーマンターゲット準拠のチューニング？聞いたらそうは感じねえな。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、CCA の新作、1年半ぶりくらいの新作超マルチドライバハイブリッドイヤホン、CCA HM20 だ。このイヤホンを販売している CCA-KZ は、低価格、超マルチドライバ化をグリグリ推し進めてきた。1年くらい前までの、超マルチ低価格ドライバ路線の元凶と言ってもいいブランド。一時期は週刊 KZ とでも言わんばかりに、新商品をバカスカ発売していたんだけど、最近は新商品のペースも落ち着き、そしてそれに見合った差別化と品質を持っている。今回登場した HM20 も、従来機とは異なるコスし、結果を持っているので、ZAX や ZAS を持っている人も、ぜひともチャレンジしてみてほしいな。今なら僕が買った値段より1300円ほど安く買えるからな。というわけで、詳しく見ていこうか。まず、本体に入る前に、この HM20 がなぜ他の8ドライバと異なるか、というところから話していこうか。現在、市場、そして KZ 内部で主流になっているのは、10mm のダイナミックドライバー。実際に見ればわかるけど、目視しても明らかにでかいドライバーだ。対して、HM20 が採用しているのは、7mm のドライバーで、これを採用しているのは、市場を見渡しても KZ 系だけ。いや、7mm 自体は多くのメーカーが採用しているけど、そこに二重磁気による、凶悪な低音を持たせた、等のおかしい仕様を採用しているのは、KZ 系だけだ。この HM20 に採用されているドライバの系譜は、今までに有線モデルで1回、無線モデルで1回しか採用されていない。最初に採用されたのは、KZS に、無線機とは思えない、というか、全イヤホン含めても、低音域の量感が分厚すぎて、それに合わせて高音域を対抗させた結果、ドンシャリを超えた何かのようなバランスを生み出す、極端なイヤホンだ。今聞いても極端すぎて楽しい。しかも、低音側はかなり暖色で、量感もあったので、やっぱり何度聞いてもとんでもないイヤホンだな。で、そんな極端なバランスを補正したのが、その次に出た、8ドライバの有線モデル、CCA の CA16 だ。同じ8ドライバだけど、今回登場した HM20 に比べると非常に大型だな。こちらも結構暖色感が強めの低音域に、今度は7台の BA ドライバで高音域をしっかり制御したイヤホン、という感じで、KZZAS や KZZAX とは違う、第3のハイブリッドとして、現在も愛用している人も多いはず。今回登場した HM20 は、これらの進化系と言えるモデルだ。ただし、かなり異例な部分も多くて、超高音域担当が3万19一発、高中音域担当が5万 24S という2台複合のドライバ3発、そして低音域に新開発の XUN7 という 7mm ドライバを組み合わせた KZ の中でもかなり珍しいドライバ構成だな。3万19一発で、超高音域はとにかく鋭く、中音域は3ドライバでしっかり厚みを、そして、低音域はドッカンドッカン鳴らせる、XUN7 だ。3台の BA ドライバから出てくる音は、実際に聞いて評価するとして、先に今回の最大のトピック、XUN7 について話そうか。XUN7 は、何度も言う通り、7mm の二重磁気回路を持った、KZ の中では珍しいサイズのイヤホンだ。10mm と 7mm、トロンボーンとトランペットの音が違うように、サイズは音の重要な要素になる。HM20 に採用されている新型 7mm ドライバー、XUN7 は、磁気回路とドライバの間隔などを再設計。振動板も、従来のものより薄型高精度のものが使用されているみたいで、このドライバの前身になっただろう。S2 に採用されていた 7mm ドライバの、高音域がガリガリに刺さるという悪癖は解消されてるんじゃないかな。また、そうなると、同じ8ドライバ構成の、兄貴分、CCA-CA16 との差別化が気になるところだけど、あちらが非常に背面開放度の低いシェルに対し、こちらはよりスマートで背面が開放されたシェルを持っているので、そこら辺も、音の違いをもたらしそうだ。CA16 もケーブル変えると、かなりシャッキリした音になるが、HM20 はどんな音になるだろうか。軽く外装にも触れようか。シェイプアップされた外装のおかげで、装着感はかなり良くなった。背面にはハニカム状のベントが配置されていて、シンプルながらいいデザインになってるな。でっかく8ドライバーハイブリッドとか書いてないのもいい。ただ、ベントは大型なので、多少音漏れはある点に注意しよう。装着すると遮音性は良いので、むしろ音漏れしてたら音がでかすぎるサインだ。耳を大切にな。付属ケーブルとイヤピは、いつもの KZ、取り回しやすい銀メッキ線と、しっかりしたイヤピが付属する。ただし、この銀メッキ線、
最近の KZ 製品に対しては、若干力不足なところがある。どのイヤホンも、だいたいケーブル変えるといい方向性に伸びるんだよな。HM20 にもその傾向はもちろんあって、むしろケーブルのせいで KZ 製品は頭打ちになってる感がしないでもない。可能ならぜひリケーブルをおすすめしたいぞ。HM20 の唯一人に勧めにくいところ、それは、リケーブルの相性が結構強いところだ。かなり高音域は気持ち良いギリギリの高めのところを狙っている。さっき言った、超高音が 1BA のみの担当になっているのも原因かもしれない。具体的には、ジアレイの茶色、一番派手な音になる、銀メッキ銅ミックス線だと、高音域がシャープすぎてちょっと刺さる。今のところ、ジアレイ青がジャストフィット。かといって、黒の純銅線にしちゃうと、今度は特徴的なカリカリの高音域が伸びなくなっちゃう。そこら辺のさじ加減が難しいが、でもリケーブルすると良くなる。なので、上級者向けな感じがするな。安牌は、トリポーイン RT のような、高純度銅線、あるいはその銀メッキ線あたりだろうか。C41 とかと合わせちゃうと、音色が強くなりすぎちゃうので、良いラインを見極めたい。さて、そんなわけで HM20。今までより1ランクアップしたようなイヤホンだが、その実力は、確かに良い。全体的には、ZAX などに近いけど、背面開放による抜けが強く、ZAS と人気を分けていたんだが、そのいいとこ取りのようなバランスになってる。音の傾向としては、いかにも KZ 前とした。高音はしっかり響き、低音の帯域加減が広く感じる音色。ただ、10ミリから7ミリに変更された影響で、より低音域のピークが高めのところに移行しつつ、サブベースもある程度なってる感じ。低音の振動のような感覚は、KZ 製8ドライバーを並べるなら、KZZASCCACA16KZZAXCCAHM20 といった並び順で、HM20 は、KZ 製の中では、特にサブベースの表現力を意図的に抑えたモデルになっている。ちなみに、今の並び順は、10ミリのドライバより7ミリのドライバの方が小さく、背面開放度で大きく変化する、といった印象だったな。KZ マルチハイブリッドに求められていた音は、だいたいここにあると思う。刺さらないけどかなり鋭い、制御された高音域、ずっと改善され続けてきたボーカル周辺帯域、そして、キレのいいベース。一方で、今まで ZAS などが持っていた、頭を揺るがされるようなベース感はちょっと薄れてる。おかげで、より他のメロディラインが鮮明に感じられるので、これはこれで、しっかり考えられてると思う。20時期回路の採用が始まる前の KZ の低音を、洗練したような仕上がりになってるな。感触で鳴ってほしい音は感触で鳴り、厚みや体温を表現してほしいボーカル帯は、しっかりそれに沿う。やっぱり、KZ マルチハイブリッドのいいとこ取りのような音だ。これは、7ミリドライバに変更しただけで高派ならんだろうから、今回の異例の中音域4発も、この高音と中音の温度感の違いに貢献してそうだ。ZAS は、かなり音をくっきり聞こえさせるのに苦労した記憶がある。それはもちろん、低音域の尋常でない分厚さとのトレードオフだったんだけど、今回の HM20 は、最初から音がくっきり聞こえるし、しっかり中低音域以下の厚みもあるんだよな。代わりにアホみたいな低音は去ってしまったけど、全体で見ると、なんだかめちゃくちゃ上品にまとまってるようにも思うんだけど、高音域の強調の強さが、やっぱり KZ っぽさを残している。僕らが KZ だと思ってるものは一体何なんだろう。ということを再度考えさせられる一本だ。このイヤホン、おすすめかどうか、というと、そりゃもうめちゃくちゃにおすすめなんだけど、やっぱり、これ買ったからって他の KZ 買わなくていい、とは、口が裂けても言えない。8ドライバだけに絞っても、ZAX ほど思い切った抜けの良さはないし、ZAS ほど振り切った超低域の圧は ZAS じゃないと聞けない。CA16 が一番近いけど、やはり低音域の量感と、BA 構成の違いから来る、微細ながら明確に違う高音は、やっぱりそれぞれのイヤホンじゃないと出ないんだよな。じゃあ、他のやつ買えばいいの？とは絶対にならないのは、レビューを聞いてお分かりになるかと思う。そこら辺の細やかなアップデートを抜きにして、このイヤホンを語ると、うま味なバランスにピリッとくる高音、そして適度な低音域。僕はドンシャリ傾向を感じないけど、高音、低音のインパクトがしっかりしているので、ドンシャリに感じる人も多いんじゃないかな。ボーカルがちゃんとよく通るし、高低音がしっかり元気なので、どっちに感じる人も、好意的に感じるのには間違いないが、そうそう、KZ 以外のイヤホンとも比較してみようか。ライバルはもちろん、TRN-VX Pro だと思う。VX Pro も、低音がお上品で引き締まったヘッドホンの一つだ。ただ、
ちらはカーボンナノチューブ振動板でより高質だったり、高音域にも複数台の BA を当てていて、刺さりが少なく感じるな。よりフラットな感じで聞きたいなら、VX Pro、よりエネルギッシュに聞きたいなら、HM20 がおすすめだ。なんだったら縦長の見た目もあって、VX Pro と HM20 は、それぞれのメーカーの顔がよく出た、綺麗なバランスのハイブリッド、というところで共通感を感じるくらい、どちらも、それ以前の世代の 10mm20 磁気回路ダイナミックドライバーに対して、低音がボリューミーすぎる、と感じる人に刺さるイヤホンなので、あとはメリハリの有無で選ぶのが良さそうだぞ。というわけで、HM20、おすすめだ。過去の KZ とは、かなり印象の異なる仕上がりになっている。カリカリの小気味良い高音域、程よい厚みと、高い解像感を持つ中音域、そして引き締まりと、サブベースを程よく調整された低音域、特に、低音域の体験は、それ以前の KZ とは異なる印象を感じさせる出来になっていると思うな。ハーマンターゲットカーブ、そこら辺に転がってるんじゃないの？ハーマン目当てで買うと、KZ じゃねえかこれ、というオチで終わりそうだ。というわけで、こんなところだな。装着感が良くなった、バランスが良くなった、しっかり、1年の間に成長した KZ を味わうことができるだろう。正直、こんだけ出来が良いので、KZ 版も出るだろう、と最初は手を出すのをためらってたんだけど、結局お安くなってたから買っちゃった。確実に良いイヤホンだと思う。高音が割り切ってる以外は、他社の丁寧な音にも近い仕上がりだ。そのさじ加減が絶妙なので、ぜひ一度、その目で確かめてみてほしい。といったところで今回はここまで。この動画が上がってる時間帯は皆既月食中だと思うので、ぜひとも一度、殻を眺めてみてくれ。